こんにちは。私たちは2021年の12月から日本一周をしていて、2023年の9月に日本一周を達成して、その後入籍したばっかりの新婚夫婦です。はい。今回はですね、私たちから皆さんに重大報告がございます。はい。早速なんですけれども、重大報告一つ目は、サムネイルとタイトルにもある通り、車を購入しました。いやー、ついにですよ。はい、念願の車を購入しました。でね、その前にもいろいろと悩んでた動画は出せたんですが、最終的に私たちが決めた車を今から迎えに行きたいと思いますので、皆さんも楽しみにしていてください。じゃあね、今日が記念すべき納車日なので、車を取りに行ってきます。行きます。乗ってく。どうですか、今の感想は。乗ってく。なんかね、強くなった気がする。はい、ついに納車完了しました。私たちが今回購入した車は、ハイエースです。じゃあ、いいね。いいね。じゃあちょっと私も中入ろうかな。はい、じゃあ早速中にご案内します。じゃじゃーん。ありがとうございます。中はね、車屋さんがもう椅子とか全部取っ払ってくださったので、もうこんな感じのカラーンとしております。だからね、3人乗りに構造変更してもらったよね。もともとは9人乗りやったんかな。はい。で、ドアは片方だけになってます。もともとレンタカーで使ってたみたいで、走行距離10万キロ超えてるから、至るところに傷とかはついてるものの、まあこれをね、綺麗にしていきたいと思いますよ。はい、ということで私たちが今回購入したのはハイエース版デラックスロングになります。感動だね。嬉しいね。めちゃくちゃ嬉しい。ね、もう結構ね、もうどんな感じの内装がいいかなみたいなお話もしてたから、こう実際に自分の手に来て、もう夢が膨らみまくってる。感動がでかいね。感動がでかい。いやーもうこれはね、この感動がなぜでかいかって言ったら、やっぱり下積みのね、下積みだったかどうかわかんないけど、日本一周期間があったからだと思いますよ。そう思いますよ。やっぱり DIY していない車でやってたからこそ、なんかこういろんな理想の形があるというかね。ちなみにですね、日本一周で戦友と一緒に頑張ってくれたモコは日常使いになりますので、引き続き私たちは車2台持ちというところで、頑張らなきゃいけん。はい。でね、今回なんでハイエースにしたのかっていうのと、まあ、ハイエースの中でもなぜデラックスロングだったのかっていう、このね、2点をちょっとご説明できればなと思ってます。まずね、なぜハイエースになったかっていうところなんですけど、まあ、アルファードとか、そういういろんな車を検討してったんですよ。見に行ったんですよ、実際に。で、やっぱ実際に見ていく中で、ある程度の大きさを持って、自分たちのやりたいことをこの車に詰め込める。で、その車と共に車中泊キャンプをしたいなっていうのが夢であって、であったら、やっぱり少しちっちゃいよりかは大きい方がいいよねっていうので、ハイエースに至りました。ハイエースの中でも、まあ一番ちっちゃいのかな、デラックスロングって言われるもので、まあハイルーフでもないし、スーパーロングでもない、言ってしまえばハイエースの中でもコンパクトのものにした理由なんですけど、僕たち住宅地に住んでいて、この企画、そのハイエースの大きいものを置ける企画の駐車場を探すのも大変だし、まあ狭い路地とかも比較的入っていきやすくて、キャンプ行く時とかのスーパーとかにも入っていきやすい車がいいんじゃないかなと。DIY も初めてだし、まずはハイエースのデラックスロングから DIY を始めて、で、またね、課題をいろいろ見つけて、次はもっと大きい車に行くかもしれないです。でね、今回は車に住むわけじゃないっていうのもあったので、まあ自分たちの趣味である車中泊キャンプの幅を広げたいなっていうところで、この車を選びました。でね、これからこの空っぽのハイエースを DIY して、車中泊キャンプ仕様にしていくわけですけれども、どこまでやるのかっていうのがあると思うんですけど、もう私たちはこの車をキャンピングカー登録します。8ナンバー取得します。なので、自作キャンピングカーを作るみたいなイメージですね。今ね、キャンピングカー登録するための要件とか一生懸命勉強して、どの材料だったら通るかとか、どういう要件が必要かっていうのを学びながら、で、どういう風なキャンピングカーにしたいのかっていうのをね、夜な夜な語り合って、進めてっています。でね、まあこの車も、一体いくらだったのかっていうのも気になるところだと思うんですよ。なんですが、その値段は、ちょっと DIY を全部し終わって、
最後に総額として全部お伝えできればと思っていますので、しっかりと皆さんにお伝えできるように DIY 頑張りたいと思います。でですよ、肝心な私たちはこの車をどこで DIY するのかっていうところなんですけれども、こちらが私たちからの重大報告第2弾になります。多分ね、現地着いてからの方が分かりやすいと思うので、ちょっと現地の方に行ってからお伝えします。それでは、行ってきます。行ってきます。どうですか、ハイエースの運転のし心地は。これね、北海道でキャンピングカーをレンタルして旅をした時の気持ちが戻ってきて。戻ってきた？どんな感じ？いやー、いいよね。やっぱ高いしさ、見やすい。目線が高いしな、いいよな。なんか思ってたより振動もそんなに感じなくて。結構揺れますよって言われてたけど、そんなにだね。なんかいいね。いろいろとどんどん快適にするのはめちゃくちゃ楽しみになってきたわ。ワクワクするわ。でも言うてる間にもう着きますよ。はい。到着しました。はい、今回の私たちの重大報告第2弾になります。なんとね、横浜市のシェアガレージモビラボさんとコラボさせていただくことになりました。いやー、すごいよ、これは。すごいことですよ。いや、本当に。でね、このモビラボさんっていうのが、カーステイさんが運営されているシェアガレージなんですよ。で、カーステイさんっていうのが、もう本当にバンライフ車中泊をしている方であったら一度は聞いたことがある企業さんなんじゃないでしょうか。車中泊スポットだったりとか、キャンピングカーのシェアリング事業をメインにされている会社さんで、バンライフジャパンというメディアも持ってらっしゃるんですよ。そのカーステイさんの事業の一つがこちらのシェアガレージモビラボさんになります。今回ね、私たちもどこで DIY しようかっていうのを思ってたんですけど、モビラボさんっていうのもカーステイさんっていうのもずっと前から知ってたんですよね。で、ちょっと憧れというか、やっぱり DIY していない軽自動車を乗ってる私たちからしたらもう雲の上の存在だったわけですよ。恐れ多い存在ですよ。そうなんですよ。で、今回モビラボさんのこちらのシェアガレージを使わせていただいて、もうね、めちゃくちゃイケてるキャンピングカーを一から作りたいなと思って満を持してちょっとご相談させていただいたところ、快くご快諾いただきました。いやー、嬉しい。本当にありがとうございます。本当にありがとうございます。モビラボさんのすごいところがキャンピングカーも作ってるんですよ。いや、そう、すごいよね。すごい。キャンピングカービルダーもされていて、ってことはですよ、プロのスタッフさんがいるんですよ。で、私たちも一からするから、ちょっと相談させていただける方もいたらいいなっていうのもあったから、もうすごい心強い。で、さらに工具もレンタルしていただけるんですよ。だから工具を買わなくても大丈夫っていうのもあって、キャンピングカーを使わせていただきます。で、今回私たちが使わせていただけるスペースがもうこちらです。すごいよね。めちゃくちゃ良くない？広い。こういう台とかもあるからもうやっていきますよ。で、これが私たちの愛車。もうね、めちゃくちゃすごいキャンピングカー作るんで、ぜひ楽しみにしておいてください。頑張りましょう。頑張ろう。今はもうこんな何もない状態ですよ。ここからどんな感じで仕上がっていくのか、その経過も楽しみにしていてください。続いて重大報告の3つ目です。私たちのチャンネル名が変わります。日本一周してた時はワンタイムライフとして活動してたんですけれども、これからはカムラ夫婦と車中泊キャンプというチャンネル名で活動していきます。これ理由なんですけど、ワンタイムライフっていう名前だと、そもそも第一印象で何をやってるのかが分かりづらいっていうのと、実際視聴者さんとお会いした時に、ワンタイムみたいな感じでちょっと覚えにくいのかなっていうのがありまして、なので、カムラ夫婦っていう覚えやすいものと、あとは車中泊キャンプという何をやってるのか分かりやすいものを掛け合わせて、カムラ夫婦と車中泊キャンプというチャンネル名にしました。ただね、もう私たちの人生のテーマがワンタイムライフということには変わりはありませんので、ワンタイムライフという心はずっと持って、これからも皆さんに楽しんでいただけるように頑張っていきたいと思っています。ではこれからはハイエースの DIY 動画が続きますが、チャンネル登録、コメント、高評価で応援していただけると嬉しいです。では本日も動画をご視聴いただきありがとうございました。全部撮れた。楽
出てきた配線。